こんにちは。タイムギアチャンネルの船平です。久々の動画更新で、ちょっと頑張っていきます。今回取り上げるのがですね、前も何回か紹介したんですけども、ニバダ・グレンケン、というブランドと、今回ですね、そのアンダーンというブランドのコラボモデルです。ニバダ・グレンヘンはスイスで1926年に創設された時計ブランドで、ですね、往年のモデルをベースにしたヘリテージコレクション最近拡充してまして、時計好きの間では割と話題になっているブランドですね。でもう一つアンダーンは、全然またちょっとテイストは違うんですけれども、カスタムウォッチのブランドで割とですね1本単位から針とか、あと文字盤、ケース、ベゼル、ストラップとかを細かく変えられる独自のカスタムシステムで、話題になっているブランドですね。で、あとそのカスタムに加えてアンティークウォッチをベースにしたデザインを採用しているっていうのもアンダーの特徴になっています。で、今回紹介するのがそのニバダ・グレンヘンとアンダーンの初のコラボ、時計っていう感じですね。名前がニバダ・グレンヘン×アンダーンっていうことなんですけど、デプスマスターピクセルアートっていうモデルを紹介しています。で、これデプスマスターっていう名前ちょっと聞き覚えがあるなって方いるかと思うんですけど、ニバダ・グレンヘンが、ですね、出してた昔の50年代とかのダイバーズウォッチなんですけど、それをベースにしてアンダーンが、アンダーンならではのちょっとカジュアルなアレンジを加えたコラボウォッチっていう仕様ですね。で、特徴的なデプスマスターのデザインをベースにしつつ、アンダーンがこのブラックとイエローのこの割とこうコントラストの効いた色使いとか、あとは特徴的な、パックマンっていう愛称で知られているモデルなんですけど、オリジナルのデプスマスターは。で、そのデザインをベースにしつつ、ドット絵、ゲームのこうドット絵ですねを、取り入れた独特のこうちょっとカジュアルなデザインっていうのでアレンジを加えているのがポイントになっています。では早速ちょっとこう細かくチェックしていこうと思います。はい、じゃあニバダとアンダーンのコラボモデル、デプスマスターピクセルアートの文字盤からチェックしていこうと思います。一番の特徴が、オリジナルのデプスマスターの文字盤をアレンジしたデザインなんですけども、元のモデルがアンティーク愛好家の間でパックマンっていう名前で呼ばれているモデルなんですけど、特徴がインデックスですね。変形アラビアインデックス。アールデコのデザインベースにしてるらしいんですけど、特徴的なその形があれですね、ゲームのパックマンの、キャラクターに似てるっていうので、アンティーク愛好家の間ではパックマンっていう通称で呼ばれているモデルです。で、このコラボモデルではそのパックマンのデザインをさらにこうなんていうかインスピレーションの元にして、ゲーム感を出すために文字盤にドット絵、ピクセルアートっていうんですかね、最近はなんかドットの格子状のベースになっているデザインを採用しています。で、文字盤自体もドットの細かい格子状のドットになってるんですけど、その上にインデックス配置されてまして、その変形アラビアインデックスもドット絵でデザインされてるっていうのが特徴です。で、あとはあれですね、G 分秒針のイヤコンの部分も同じくドット絵になってて、なんかこうレトロゲームの雰囲気が文字盤で再現されてるっていうのが特徴になってます。その他はインデックス側の逆三角形のマーカーになってるんですけど、ここら辺もオリジナルのデプスマスターから踏襲してはいるんですけど、ここはなんかオリジナルでは夜光だったところが鏡面になってアップライドの鏡面仕上げになってるような感じですね。で、それ以外のアラビアとあとは自分秒針の夜光部分が、ドット絵で、ルミノバ夜光が塗布されてるっていうような仕様になっています。結構これ実物見ると分かるんですけど、このドット絵の立体的な質感みたいなのがやっぱりかなりインパクトが強烈ですね。パックマン感がかなり強くなってると思います。じゃあ続いてケース外装部分チェックしていこうと思います。サイズが 39mm ですね。直径 39mm でラグからラグまでの上下幅が 47mm で、ラグ幅が 20mm で、ケースの厚さが、13mm になっています。このモデルは特徴の一つとして100気圧防水
約 1000m 防水なんですけど、1000m 防水備えたダイバーズウォッチとしては結構コンパクトなサイズ感なんじゃないかなと思います。でクッションケースなのでちょっと存在感強めですけど、実寸でいうと直径 39mm なのでかなりコンパクトで、つけやすいデザインになっていると思います。で、もう一個ポイントになっているのが、ですね、この外装の仕上げですね。オリジナルのデプスマスターはベースが基本全部こうヘアライン仕上げになってて、金属の質感を割とこう際立たせた作りになってたんですけども、このコラボモデルに関してはベゼルがサンドブラストで、ベゼルだけじゃないですね。これ多分ベゼルケース全部基本がサンドブラスト加工のマットな質感になってて、でその上から DLC 加工を施しているので、通常のステンレスよりも傷に対する耐性とか強度がかなりバージョンアップされている仕様ですね。なので汚れとか小傷はオリジナル以上に目立ちにくい実用性の高い仕上げになっていると思います。であと好みの分かれるポイントにはなると思うんですけど、オールブラックの、外装デザインになってますんで、このオールブラックの外装と文字盤の中にこの黄色い変形アラビアインデックス、パックマンインデックスが入ってくるっていうこのメリハリの効いたデザインがめちゃくちゃかっこいいと思います。より際立ってますね。オリジナル以上にパックマンのデザインっていうのは際立った質感になってると思います。あとこれ今見て思いましたけど、これ文字盤の細かいドット絵になってる文字盤もこう光の加減でこうドットが割とこう出てくるので、これも結構デザインのアクセントになってるかもしれないですね。インデックスだけじゃなくて文字盤インデックス含めて全体がこう立体的な作りになってるっていうのはかなり細かいこだわりのポイントなんじゃないかなと。カジュアルですけど高級感ありますね。はい。であともう一個マニアックなちょっとポイントになってきますけども、この逆回転防止ベゼル、ダイバーズウォッチの必須の機構ですけれども、この逆回転防止ベゼルが120クリックになっているので、非常に操作感が快適ですね。でこのトップの三角マーカーも非常に自分の止めた位置でしっかり止まるようになってますんで、非常にこの120クリックの逆回転防止ベゼルっていうのもマニアックですけれども評価したいポイントだと思います。はい、じゃあ外装の続きですね。今度はちょっと裏蓋チェックしていこうと思います。でニバダとアンダンの初のコラボモデルということで、裏蓋には2つのブランドのブランド名がレリーフで刻印されてます。でこのブランドのロゴもですね、これ文字盤と同じでドット絵みたいな感じになってますね。昔のゲームの画面みたいなドット絵で、ブランド名がデザインされています。で機密性重視しているダイバーズウォッチですのでスクリューバック仕様ですね。はい、で裏蓋だけはオールブラックじゃなくてマットなサンドブラストのシルバーの仕様になってるみたいですね。はい、基本的にはシンプルなデザインですけど、このブランドロゴ、オリジナルのブランドロゴを入れてるあたりはちょっとこうコレクション心をくすぐるポイントにはなってるのかなという感じはします。でついでですけど、これベルトがピンレバー式になってますので工具なしで簡単に変えることできます。で一応これデフォルトではこのあれですね、こう黄色のステッチ入れたレザーのストラップなんですけど、実はトロピックラバーベルトが付属でついてまして、一応黄色と黒を選べるらしいんですけど、好みに応じてラバーのベルトに変更できますので、このピンレバー式っていうのも簡単に変えられるので、ちょっといいこだわりのポイントかなっていうところですね。はい、でですね、一応これ裏蓋スクリューバックなので中に搭載されているムーブメントは見えないですけれども、一応ムーブメントに関してはベースになったデプスマスターの時は、セリタの SW200 だったんですけど、このモデルに関してはムーブメントも変更されてます。で、搭載されているのがソプロドの P024 っていうムーブメントですね。エタの2824の大体というか、基本仕様は同じようなムーブメントなんですけれども、一応40時間パワーリザーブの、ソプロドの P024 というのが搭載されています。ちょっとだからオリジナルの仕様とは若干異なるムーブメントに変更されているっていうのもこのコラボモデルの売りのポイントなのかなとは思います。
でも中は見えないですね。はい、あと外装でちょっと付け足したいポイントで、このモデルリューズと反対側の側面にヘリウムガスエスケープバルブを搭載してます。はい、ここですね。はい、なのでさすがにヘリウムガス使うような潜水でこの時計つける方はいないと思うんですけども、一応ちゃんとヘリウムガスエスケープバルブ搭載してるよっていうのも、スペック面でしっかりプロ仕様の機能を追求しているっていうこだわりのポイントですね。であと、これなんかリューズ反対になってますけど、これもこのモデルのポイントの一つで、オリジナルのデプスマスター、60年代のやつですね。それが、リューズガードのない仕様になってるんですね。なのでこのモデルも復刻版ということでリューズガードのない仕様になってます。強度でいうとリューズガードあった方が破損とかしにくいんで、スペック面ではあった方がいいんですけども、見た目的にやっぱりリューズガードないっていうのがポイントになってますので、このちょっとクラシックな外装のデザインをしっかり継承してるっていうのはマニア心をくすぐるポイントだと思いますね。でリューズトップにはニベダのロゴが刻印されてます。一応ちょっとリューズねじ込み式リューズ開放して針動かしてみましょうか。で引いてで、動かしてみます。これ結構このモデルなんていうかこの文字盤のインデックスとかに目いっちゃうんですけど、もう一個特徴的なのがこのあれですね、秒針ですよね。普通の時計ではありえないぐらいやけにぶっとい秒針載せてまして、でこの秒針のところにもドット絵で夜光塗布してますんで、これかなりインパクトのあるデザインになってると思います。はい、ほい。結構ゆっくり動いてますけど、普通の秒針よりだいぶでかいんで存在感は抜群だと思いますね。はい、つけてみました。もともとこれオリジナルのデプスマスター前実機レビューした時も言ってるんですけど、この時計ですね、見た目以上につけた時の安定感が半端じゃないんですね。クッションケースで39ミリ、クッションケース割と存在感のあるデザインなので大きめに見えるんですけど、この39ミリのですねこのサイズ感でラグが若干ちょっと手首に向けて斜めになってますんで、サイズ感とこのフォルムからですね、めちゃくちゃつけ心地がいい仕様になってます。すごい気持ちいいですね、つけてて。もう一回ちょっとケースサイズチェックしていきますね。でケースサイズ直径が 39mm で、ラグの上下先端が 47mm で、厚さが 13mm ですね。で100気圧1000メートル防水相当のスペックで、このコンパクトなサイズ感っていうのもまず驚きなんですけど、やっぱり非常にバランスがいいです。これは実際にぜひ実機を腕に乗せてみていただけると、こんなバランスいいのかって思ってもらえるんじゃないかなと思いますね。はい、で見た目的に言うとですね、サンドブラストのベゼルケースで、ベルトとあと文字盤、基本的に全部黒をベースにしてまして、そこに一番の特徴であるこの、ピクセルアート、ドット絵のパックマンを思わせるインデックスとかっていうのを配置しているので、つけた時にですね、黄色いインデックスとか針のドット絵がですね非常に際立っているので、インパクト抜群ですね。かっこいいと思いますね。なので割となんていうんですかね、ここまでオリジナルからさらにアレンジ加えてくると、なんか元のデザインが弱いとオリジナリティがなくなっちゃったりすることもあると思うんですけど、元々のデザインがパックマンを思わせるインデックスとか強いデザインを持ったモデルなので、あともクッションケースもそうですけど、ここまでオールブラックに黄色とかっていうアレンジ加えても元のモデルの良さが消えてないっていうのが
とても魅力的なポイントなんじゃないかなと思います。ぜひちょっとこう実機を手に乗せてみていただきたいモデルです。